おはようございます。本日は兵庫県の加古川市に来ております。現在地は尾上松駅です。加古川市というのは兵庫県の南部にある都市で、西に行けば姫路、東に行けば神戸というとても立地のいい場所です。名前の通りここには加古川という川が流れており、川が流れるところには人が住むということで、縄文時代頃からこの辺りには人々が住んでいたことが分かっています。現在僕がいるこの尾上松駅はあそこに書いてますが、山陽電車の駅です。この加古川市の最も海側に通っているのが山陽電鉄本線で、現在地はこの辺り。ここから少し内陸側に山陽本線が通っており、市内の中心地である加古川駅はこちらです。現在地からは少し離れていますが、今回はこの加古川で仕事をしている企業の方と加古川を歩いていくということで、まずは集合場所の加古川駅周辺に向かっていきます。で、今検索してみたんですが、だいたいここから移動するというふうになりますとバスなんでしょうね。ですが今回僕はこのように自転車を借りていますので、自転車で向かっていきます。ということで尾上松駅を出発。現在僕が向かっている方向は東の方角です。朝日が綺麗です。加古川駅はここから北の方向に行ったら着くのですが、ちょっとね寄り道をしたいので南の方向に向かっていきます。今回のこの動画で加古川の人々がどのような生活をしていたのかというのを見ていきます。さて、右下に見えている地図を見たらわかるかと思いますが、先ほど出発した尾上松駅からそんなに離れていないこの場所に、実はですね一つ面白いものがあるんです。右側に見えてきました。ある程度進んでいきますと、こんな感じでね、思わせぶりなオブジェがありまして、おそらく車輪でしょうけれど、そのすぐ横にはこのように旧国鉄高砂線尾上駅跡というふうに書いてあります。この周辺には昔高砂線といった線路が通っていました。現在の地図で高砂線が通っていた場所を確認してみると、港から進んでいきまして、高砂駅、そして高砂北口駅、そして尾上駅、これが現在地ですね。でそしてずっと北の方向に曲がっていった後に鶴林寺、そして野口、そして最終的には加古川駅に到着する、これが昔あった国鉄高砂線です。現在僕はこんな感じで自転車を使っているんですが、かつてはここは電車で移動することができたそうです。この加古川の南の方向に行きますと瀬戸内海がありますので、ここは昔たくさんの船が通っていました。もともと荷物は加古川を船で遡って運んでいました。しかし近代化が進むとその役割は鉄道が担うようになります。つまり船で高砂に荷物を持ってきて、そこからは鉄道で荷物を運ぶようになったんです。かつて線路が通っていたのはおそらくですがこの道でしょうね。ここに線路が通っていたんだと思います。しかし鉄道が担っていた役割というのはですね、もう自動車が発達して普及していきますと自動車にとって変わられます。もう見たら分かります通り、ここはねたくさん自動車が通っていますので、こういった軽トラなんかに荷物を運んでいくことができるようになったんです。そのような理由で加古川市民の生活の一部だったこの高砂線は廃線となってしまったんです。ちなみに現在地の地図を見てみたらこんな感じで、今お話ししていたカーブがねここにぐーっと曲がっていってるのが見えるんですが、全て道路になっています。ということで国鉄高砂線があった道をたどる形で今回は加古川駅に向かっていきます。それではかつて高砂線の尾上駅があった辺りを出発。左の方には電車線が張られていますが、これが先ほどお話しした山陽電鉄本線の電車線です。右下の地図で山陽電鉄本線を青く塗ってみると分かりやすいかと思いますが、現在僕がたどっているこの赤い高砂線とクロスしていました。前方を見てみたら分かります通り、上の方を通っている電車と下の方を通っている現在僕が通っているこの高砂線、かつてクロスしていたことが分かるかと思います。今通ってきたこのトンネルみたいになっている部分なんですけれど、結構ね古そうなレンガ造りになっていました。先ほど僕が今回の動画を始めた尾上松駅はあっちにあるんですが、映ってはいませんね。ここにある上の立橋みたいな部分が駅なんですが、その駅を出てすぐにねこんな感じで坂道があるんですよ。普通に考えると駅から出てすぐはスピードが出ていませんので、ここに坂道はない方がいいんですよ。でぐーっと登っていったと思ったら、
もうすぐにねあっちの方で坂道降りていってるんですね。これなんでこんなことになっているのかというふうに思いますと、今となっては無意味に見えるんですが、かつてはここに線路が通っていましたので、線路が立体交差をしていたからここに、ちょっとした山のようなものがあるんです。そしてここにあった高砂線をずっと辿っていきますと、向こうにはまた上の方に何か見えています。あちらは山陽新幹線です。今お話ししたように坂道があれば登るときにスピードが落ちますので、極力鉄道というのは坂道を避ける傾向にあります。同じような理由で曲線も避けるような傾向にあるんですが、現在地図を見てみるとこの赤い線が北の方角に曲がっているのがわかるかと思います。現在僕が向かっているこの方向にずっと曲がっていっているのは、この曲がった先に加古川駅があるから、その駅に向かって曲がっているんです。先ほどちょうど新幹線が右から左に通り過ぎていましたが、現在僕の上に見えていますのが山陽新幹線の線路です。この山陽新幹線の裏側を見てみますと、このように黒い汚れがついているのがわかるかと思います。ちょっと離れたらわかるかな。こんな感じでついてるんですよ。これ何が起こってるかと言いますと、真下にありますこの道路、ここをですねディーゼルカーが通っていましたので、その排気ガスがここにつきまして、未だにその汚れがついているんです。それではさらに北側に向かっていきます。日本中を旅行していると神社がたくさんありますが、これは神道の施設です。対するお寺といった施設はですね、仏教の施設です。もともと日本には神道といった宗教があったんですが、そこに仏教という新しい宗教が伝わってきました。これがだいたい飛鳥時代頃の話なんですが、この頃に日本の中で神道を信じるかそれとも仏教を信じるかといった争いが起こります。神道を信じる派閥で有名なのが物部氏、そして仏教を信じる派閥で有名なのが蘇我氏です。となると物部氏はよくわからん仏教なんていうものは出ていけというふうに追い払おうとしたんですが、その追い払われたお坊さんの中の一人がこの加古川に逃げてきています。そのお坊さんを慕ってここまでやってきたのが聖徳太子で、この聖徳太子によって建てられたお寺が覚林寺です。時間があればちゃんと入りたかったんですが、ちょっとね時間がなさそうだなと思うので中には入りません。聖徳太子御霊石というふうに書かれています。なかなか立派な門なんですが、こちら先ほどお話しした通り聖徳太子関連のお寺ということもありまして、西の法隆寺といった別名で呼ばれている覚林寺です。入って目の前にありますあちらが金堂です。さまざまな建築様式を融合した折衷様式建築の代表例。それでは全然中を見ることはできていませんが、覚林寺を後にして出発していきます。現在目の前に見えているこの道路、これが今さっきまで通っていた高砂線。今見えている右側の方角が先ほど通ってきた道、そして左側が今から向かっていく道、加古川駅方面です。今回お邪魔している加古川ですが、今紹介している高砂線以外にもいくつかの廃線跡がありますので、自分で地図を見て確認し、そして探してみるというのも面白いかもしれません。探し方は簡単です。昔の地図や写真といったものを引っ張り出してきて、でそこからですね昔通っていた線路を探していく。そして現在の地図に移動してみると、そこに地形として少しラインが残っている、それを探していけば、廃線跡というのは見つかります。鉄道というのはその土地の物流であったり人の流れであったり、そういったものを支える拠点となっていますので、その鉄道の歴史を紐解いていくとその土地の歴史が分かってくるかと思います。このように廃線跡を通っていくとそういった楽しみ方ができるでしょう。さて、ある程度進んでいくとここにかつて線路が通っていたということが実感できるような場所があります。画面の左側を見ていただくと線路が未だに残っています。到着しましたのが野口駅跡です。現在このオブジェが残されている場所が昔高砂線の野口駅があった場所です。野口駅の1個南側の駅というのが先ほど見てきた覚林寺、そして1個北側の駅が加古川駅です。こちらにも旧国鉄高砂線野口駅跡というふうに書かれています。裏側には何かあるのか、なんもないや。この看板の裏側には
高砂線野口駅の歴史というふうに書かれています。開業から廃止まで全て載ってますね。確かに周辺の作りを見てみてもかつて駅があったっぽいような道の作りをしています。多分ね、見ただけでは分かりにくいかな。この上空からの地図を見たら分かりやすいんじゃないかなと思いますが、この現在僕がいる駅の後から放射線上にずっと伸びていってるわけですね。いろんな人がここにアクセスしやすいようにこのような道の形になっていたんでしょう。それが現在も残っています。では向こうの北の方向に向かっていきますので、こっちですね、市役所の方向にずっと進んでいこうと思います。それでは野口駅跡を出発。おそらくこの周辺に市役所があったということは、たくさんの人々がこの駅を利用していたんでしょう。この駅の次は加古川駅ということで、最後までノンストップで行こうと思います。さて、ここから加古川までの道で注目していただきたいのは、この道の両脇にあります木ですね。現在僕が通っているこの歩道もですけれど、ものすごく幅が広いのがわかるかと思います。その上、木を植えるだけのスペースがあるということは、不自然に幅が広いということが分かってきます。じゃあこの広い幅はなぜ出来上がったのかということですけれど、もう少し先に行ったらその話ができると思いますので進んでいきましょう。今から渡るこの車通りが多い道、これが国道2号線です。大阪と九州をつないでいる重要な国道です。当然加古川市内でも最も交通量が多いと言っていい道路になっています。さて、前方に高架が見えてきました。この上を通っていますのが山陽本線ですが、かつては山陽本線は高架化されていませんでした。つまりこの下を通っていたんですね。で、僕が今さっき通ってきた高砂線ですが、それがですね、上の方をずっと通っていました。さっき来たのはあちらの方向ですけれど、あっちの方から坂道がぐーっと登っていって、でここで高架でクロスをしていたんです。つまり今まで通ってきた道の両方が緑化されていた木が植えてあったのは、坂道を作るための盛り土があったから、ここが大きな幅になっていたんです。そんでね、今通ってきた方向こっちなんですが、高砂線の跡というのはここでもう山陽本線にぶつかってしまって途切れていますが、地図を見たらですね、分かりますかね、こっちが今通ってきた方向なんですが、ここで途切れたはずが向こう側を見てみると線路がぐーっと曲がっている跡が見えるんですね。見えるというか、なんか見えていないのに見えると言いますか、お家がこの方向に並んでいますので、その跡が現在も残っているわけです。じゃあこの道を通っていきましょうか。右下の地図を少し分かりやすく加工しました。薄く赤くなっている部分がかつて線路があったあたりです。線路がなくなって久しいので、その線路の上を通ることはできなくなっていますが、地図で見てみると土地の形や、建物の方向、そういったものからかつて線路があったことが分かります。一番分かりやすいのがこの左に曲がったところにある住宅街でしょう。現在僕が通っている道が少しぐーっと左の方向に曲がっているのが分かるかと思います。これは左側の方向に加古川駅があるから、その方向に線路を曲げていた名残です。もっと分かりやすいものと言いますと、ここにあります公園ですね。ここに曲がった空き地があるんですが、これは完全に線路の上です。ここから先に進んでいきますと、また高架が見えていきます。こちらは加古川線ですね。ここで僕が今たどっている高砂線は加古川線と合流し、そしてずっと向こうに進んでいきまして、加古川駅に到着するんです。その合流するポイントというのがこの左側にあります三角形の空き地、ここが線路の跡なので、ここで高砂線と加古川線が合流ということで、この高架をずっと進んでいきますと加古川駅に到着です。ここにいろんな小写真が並んでいますがね、多分ここでいろいろ説明しても分かんないと思いますので、こんな感じで写真を撮っておいて、そこに行ってから説明しようと思います。ということで到着しましたのが加古川駅です。現在はこんな感じで現代的な駅舎になっていますが、先ほど見てきた場所によると大正時代の後期はこんな感じで、多分木造でしょうね。これは三角形の屋根がトレードマークだったんだと思います。こっちの方を見たら、これは昭和35年頃、こちらにも三角形の屋根が映っていますが、
現在はこんな感じでなくなってんのかなというふうに思ったんですが、向こうの方を見てみるとちょっとその面影があるようです。こんな感じが似たような角度で撮ったものかなというふうに思います。そして今回この加古川を案内していただけるというふうなお話をしていましたが、その案内していただく方というのがこちらにあります三軒さんです。といってもさっきのは広告なんで、あそこに会社があるわけではありません。現在地が加古川駅なので、この赤いピンが立っている場所、ここに向かっていきます。いろんな地域の歴史を扱っていたら、最近ではこのようにいろんな地域の生活を支えている建築会社の方々とお話をする機会が多くてありがたいお話です。合流できましたので、じゃあ簡単に自己紹介と、今回、三軒さんがどういった会社かをご説明お願いします。はい、兵庫県の住宅会社株式会社三軒の広報させてもらってます荒牧と申します。三軒はですね、性能のところを売りにしている部分と、あと自由度の高い注文住宅っていうところを売りに兵庫県で、特に加古川姫路をメインエリアとして活動しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。加古川を回っていこうと思うんですけれど、このもう会社の目の前の道がすでにですね西国街道だったんで、僕はびっくりしたんですけど、それはもう皆さんご存知ですか？そうですね、加古川に住んでる方は割とみんな知ってるんじゃないかなと思いますね。実はですね、もうすぐそこに街道に関係するような史跡がありますので、まずそこに向かいましょうか。はい、現在僕たちが向かっている方向が、はい、東の方向なんですよ。で西国街道って、はい、で東の方に行ったらどこに着くかご存知ですか？京都です。あ、そうですね。はい、大体京都とか大阪とか、いろいろ西国街道は支店と終点があるんですけど、はい、大体京都とか言われますね。というところで、はい、こちらが一番最初に巡っていきたいなと思ってた史跡なんですけれど、ありました。銅切れの地蔵というふうに書いてありまして、はい、由来もありますね。ちゃんとあるんだ。西国街道って言ったらこっちに行ったら京都ですけれど、向こうに行ったらどこに着くかご存知ですか？岡山ですかね。ああ、そうですね。岡山のさらに先まで実は西国街道というのが続いていまして、はい、これもまた時代によって違うんですけれど、古い時代であれば九州の、太宰府、福岡の方ですね、はい、それが西国街道の端っこというふうに言われるんですが、そうなると向こうの方からですね、お殿様とかが参勤交代とかで江戸時代には歩いてくるんですよ。で多分ご存知かなと思うんですけど、参勤交代の時に前横切ったりしてたら切られてしまうんですよね。伝説ではこのお地蔵さんを深く信仰していた人がうっかり殿様の行列の前を横切ったために友侍に無礼打ちに遭い胴体を真っ二つに切られてしまいましたというふうに書いてあるんですよ。ふと気がつくと自分の胴体は何ともなくて、お地蔵さんの胴体が真っ二つになっていましたというふうなことで、お地蔵さんが守ってくれたみたいな感じの史跡なんですよ。多分ですが、これ多分入っていいのか、裏側が見れるかなと思います。前から見ても別に切れてないと思うんですが、はい、半分に切れた跡みたいなのが本当ですね。結び目の少し下らへんですかね。ここら辺歩いていても、その昔偉い人たちが歩いていたんだということが分かるような伝説が残ってたりするんですね。よく銅切れ地蔵はここにあるっていうのは多分社員もみんな知ってるんですけど、ここまで詳しい話は特に。そうなんですね。本当に切れてるとは思わなかったです。そうかそうか、はい、なかなか裏側まで回ることもないでしょうからね。そうですね。ここがちょうどもう西国街道の加古川宿に入るちょっと前かなと思います。だから向こうに行ったら加古川宿が宿場町がありますので、歩いていきましょう。宿場町ってご存知ですか？聞きますけど、どういうもんかって言われたら宿場って漢字は分かりますよね。はい、宿に場所って書くんですが、はい、現在だと新幹線とか飛行機とかがありますので、はい、旅行をするっていう風になったらもうホテルに泊まったりすればいいじゃないですか。けど昔は、飛行機も新幹線もないんで、移動しながら泊まっていくっていう必要があるんですよ。だからお殿様とかが江戸に向かっていく途中に、ちょっと泊まっていたような場所っていうのがこの加古川が持っていた役割ですね。えらく立派な。ここはね、見に来て写真撮る方も結構多いみたいでしょうね。多分宿場を巡っている方とかも全然いらっしゃると思うんで、いろいろ見て楽しむ方は多いと思います。中心地に行けば行くほど開発はされているので、おそらくここら辺が一番残ってるんじゃないかなと僕は思います。結構車通り多いんですね。ここ多いですね。結構意外と
だいたいなんか宿場がある場所とかは新しい道ができてしまって、ここで行くと国道2号とかはい、ができてしまって、そっちの方みんな通るんで全然ガラーンとしてると結構、かあるんですけど、抜け道として使う方が多いですね。向こうも混むし、なんか結構一通が多いので、ここを通らないと回れないとかっていうのも結構あったりするんで。加古川の名物ってなんかあります？加古川は結構ソウルフードとしてカツ飯っていうのをよく言われるんですけど、へーまさにちょっと目の前、ここをよくうちの社員がお昼に食べに来るんですけど、はいはいはい。ご飯の上にカツを乗せて、でデミグラスソースと、キャベツを乗っけてるっていうような、ちょっと写真のような、すごいな。ああいう感じです。なかなかこれ何のカツですか？豚ですか？牛ですね。あ、本場は牛。ソウルフードということは結構皆さん食べられるんですかね？そうですね。結構いろんなところでカツ飯のお店もへー。ありますね。そこの角に昔あったお店なんかオーナーの方が出してカツ飯屋って言い出したところからなんか広まったっていう話は聞きますけど。これが駅前通りですか？そうですね。あー結構駅前の大きい通りにありますね。どこら辺です今？今まさに駅前のこの通りですかね。あ、これか。地図を見ていただいたらはい東の端っこの方に、はいこのちょっと曲がってるのがあるじゃないですか。はい。おそらくこれが現在僕たちがいる場所です。だから一応道は通ってたみたいなんですけど、ここに川があるんで、あっち側には道があったんでしょうね昔。でここ幅が広いのはここに川があったのを埋めた後だから、こういうふうにちょっと広い土地を確保できているんだろうなというふうに。もともと橋がかかってたっていうような感じ。ここはですね橋が通ってますね。なのでこっちの方に行ったら一里塚というものがあったらしいんですが、あるかな。まあ要するにここから先が宿場町というふうな感じで、ここから先が田舎の風景が広がっていたような場所です。だいたい一里塚っていうのが置いてあるんですけど、はい。ご存知ですか？いや知らないです。一里っていうのは、はい数字の1にはい里って書くんですけど、はいこの里っていうのはですね単位なんですよ。はいはい。一里っていうのがだいたい距離の単位。それ距離の単位ですね。一里が4キロくらいですね。この宿場町に4キロ歩きましたよみたいなことが分かりやすいように塚が置いてあったんですよ。へえ。だからこの辺りで置いてあるということは多分4キロくらい歩いたらまた同じように一里塚跡みたいなのがあるはずです。昔の土地の割り方っていうのは、税金対策で、はい。この間口で税金取ってたんですよ。例えばこれがおそらく1234567なんで8歩8波64だから、6メートルくらいだと思うんですけど、この6メートルをできるだけちっちゃくしたいんですよね。へえ。だから4メートルであればさらに税金対策になるしと。だから縦長のそうなんですっていうこと奥は別に取られないんで、ん。ということでここら辺ちょっと見たらこうそういった風情が残っているなというふうに思います。そう言われたら全部なんかそうなんですよ奥行きがあるようなはい、感じしますね。こういうのは宿場町によく見られます。へ今一里塚から進んでいって、はいここの川がおそらくこの川、道だと思うんですよね。はい。なのでいっぱい川があったんですよここら辺は。すごい。これ何ですか？カツ飯の名物のキャラクターっていうところでできてるんだと思うんですけど、顔がカツ飯なんですかね。カッツンとデミーちゃん。戦後間もない頃にこの加古川駅の、駅前商店街にあったいろは食堂で考案されました。へえ。それがそこにあったんですよ。今オレンジの。あ、なくなっちゃったんですか？そうなんですよ。今もなくなっちゃってて、で元祖が元祖がなくなって、で親族の方がされてるお店がちょっと、電車の向こう側ですねにもう一個あるので、今はそちらがいろは食堂メインっていう形になってますね。へえ。はい。あ、だからここに置いてあるんでしょうね。ならそうですね。ああ、なるほど。それは街道沿いなんで、一番人通りが多かったと思うんですよここの道が。ああ、そういうことですよね。で多分こっち行ったら駅ですよね。そうです。あ、ということはやっぱ近代になって鉄道が通ったら、はい、それでも栄えるんで、鉄道のメインストリートが出来上がったとしてで昔からあるメインストリートがあるんで、そのちょうど交差点だから一番人が多かったくらいの場所がここだと思います。そうです。この交差点。昔はここの商店街がすごく栄えてたみたいで。この商店街はこれですか？寺家町。はい。
こう洋服買ったりとか、あー遊びに行ったりするのはここで、もう一個向こうに連場市場っていう、市場でもこっちも栄えてたみたいなんですけど、連場は漢字はこれです。廉価の廉に海、はいへえ。多分池町商店街ってさっき僕駅の下に写真があった気がするんですよね。これでしょ。あ、そうですそうです。これだからすごく栄えてた時代なんですよ。戦後だから。昭和の戦後頃ですね。銀座通りっていうのはなんかわかります？銀座とか。これ知らないか。わかんないですね。ここは昔はそんな栄えてなかったみたいなんです。じゃあ違うですね。今はこっちの方がいろいろ店あるんです。銀座で調べよう。銀座。銀座屋本店。なんかあります？本当だ。銀座屋本銀座屋店ってあるんだ。本店っていうのが。これじゃない？多分銀座屋っていうのがあって、でその横の通り道だから銀座通りとかいう風になってたんじゃないかなという想像ですけど、そうですね。だから多分まさにこの場所な気がしますよ。そうですね。道の曲がり方も似てますし、これ多分寺家町通りって書いてあるんで、これは明治時代の寺家町、ここでしょうね。そうですね。すごいすごい。全然違うな。寺家町マップとかありますよ。そうですね。なんかおすすめのお店とかあれば。マルマンはたまに行きますね。うどん屋さん。うどんさん。ここも結構うどんそば長いことやってるみたいで。現在地どこですか？現在地はこの辺りだと思いますね。じゃあ今から出てくる感じです。そうですね。僕たちが現在いるのは多分ここら辺かな、はい、なので川があるんだというのがおそらくこれだと思うんですよ。この、クリーニング屋さんと靴屋さんの横だから、そこですか？そこら辺ですかね。クリーニング屋どれですか？靴屋さんこれだ。ここかな？そうですね。さっきの地図でいくと。そうなんだ。ですね。多分これですよ。これなんか橋の跡っぽく僕は見えるんですけど、作ってくれてんのかな？かもしれないですよね。無意味ですもんねこれ。多分川だと思うんですよ。これですね。現在地ここじゃないですか。はい。北の方向にずっと向かっていくと多分川があるんですよ。ほら。本当だ。で南の方に行くと多分もうここ川があるんで。これ下通ってるんじゃないですかね。いやわかんないな。聞こえないけど多分通ってると思いますよ。曲がり方も、川っぽく見えるんで。普通の端っこないかな。見えるような場所はないですけど、でもここほぼ確定だと思います。この川を今見てたんで、もう一個向こうに川があって、その先が本陣だから、本陣がですねちょうど宿場町の一番中心地なんですよ。だからもう一本川を渡ったら中心地に行けるような感じです。その向こう側だったんですね。結構駅は向こうなんで、今の中心地はあっちですよね。そうですね。縦の通りが今はメインにはなりますね。だから時代によってやっぱ一番栄えた場所とかも変わってくるっていうのが、その移り変わりを見て面白いですけど、多分これが川でしょうね。このでっかいのが。そうですね。これが うどん屋さんですね。先ほど言ってた。すすごい。たまにここでうどん食べることありますけど。結構歩いてこられるんですか？そうですね。割と距離ありますね。僕うどんが好きなので、加古川のあたりのうどん屋さんはいろんなとこ行くんですよ。多分ここら辺が本陣だと思いますよ。もうなんか全然なくなっちゃってますね。綺麗な家になっちゃってます。本陣に住みたいな。ここら辺はだからもう土地が広かったんで、先ほど言ってたような狭い場所じゃなくて、多分ここ全部新しい家一区画くらいあったんだと思います。偉い人が泊まるような。ここだけ異様に綺麗ですもん。多分土地があったんだと思います。そういう風に。すごい。多分当時のものでしょうね。なかなかここに入り口があるの珍しいと思いますよ。角は。確かに。あんまりないと思います。本当に装飾的。これ珍しいと思います。本当にこの常住寺さんにあった松が有名だったんですよ。
これですね、松があって、ここに常住寺って書いてあるんです。ってことは僕たちが今歩いてるのはここら辺なんですよ。だから昔はこんな感じの歩いてる人たち、江戸時代でしょうね、多分こういう見た感じ、ボテフリさんとかいて、でも街並み立派ですね。結構陣屋なんて書いてます。姫路藩の加古川役所として、大体江戸時代頃ですね、に作られまして、参勤交代のために加古川宿を通行する、そして宿泊する大名って偉い人です、つまりはに対する応接などに使われていた。こっちまであんま歩くことがないんで。あ、そうなんですか。これさっきの地図ですけど、今の場所がここなんですよ。お役所って書いてあるんで、これがさっき言ってた役所ですね。でここに高札場って書いてあるじゃないですか、高い札っていうの、ここに高い札が置いてあったんですよ。高札場って知ってます？いや、知らないです。ここに高い札を置く理由があったんですけど、ここから先が宿場町が始まっていきますので、九州の方とか山口県の方とかが来た人は、ここから先の宿場町ではこういった決まりがあるからねみたいなことを周知する場所がここに考察場として置いてあった。なるほど。だからもうここから先が、宿場町だから、今から歩いていくこっち側っていうのはなんか野原が広がってたような、そういった道のイメージです。だからちょうどここで切れてるのもまあ理解できますね。で見ていくと、この考察場の真横が川なんで、これも川ですね。ちょうどこの道曲がってるじゃないですか、これがちょうど曲がってて。なるほどなるほど。いろいろ聞きながら歩くと面白いですね。全然知らなかった。見方が変わりますからね。そうですね。なんか道とか見たら、この道よりもその横に伸びてる道とか見たら結構曲がってるんですよ、やっぱり。その川の跡だと思うんですよね、僕は結構。そうやって見るとすごい川多かったんですね。めちゃめちゃ多いですよ。そこ出たらもう加古川ですか。そうですよね。あれ堤防ですか？堤防ですね。そうなんだ。もう結構すぐ着いちゃいましたね。多分ここで曲げてるのもなんか防衛上の理由があったんでしょうね。昔こっち側道なかったんですよ。ここですか？こっち側の道は後から作ったんで、だいたい宿場入る時ってこういう風に曲げたりするんですよ。入り口として先が見えないようにっていうような形がちょっと残ってるんだと思います。なるほど。割とここがメインの入り口というか。これは2号線なんですね。そうですそうです。へー。バイパス以外だったらもうほとんどここなのですごく混むんですよ。じゃあ一番皆さん交通量が多いのはここかバイパスかです。バイパスか。へえ。これが加古川ですね。そうです。現在の。今は皆さんこんな感じで普通に車で渡れるようになってますけど、昔渡れなかったんですよ。渡れなかったっていうのは橋がなかったんですか？そうです。橋なかったんで、水が増えてしまったら渡れないんですよね。だからちょっと今日は水増えてるから渡れないからまた明日渡ってねみたいな感じで、川止めっていうのが行われてたんですよ。だからもうここから先じゃああと1週間後にしか渡れませんよとかがあるんで、加古川の宿場町っていうのはそういった感じで人がいっぱい泊まってたんですよみたいな感じで栄えました。で当時川がなかった時に船を使ってた跡があれです。その石とか、石です。あそこから船が出てたんですよ。そうなんだ。あれは一回壊されたらしくって、その場所に作り直したっていうものらしいんですけど、当時の同じような感じであそこに作られてます。水引いた時に渡るか船に乗るかみたいな感じですか？そうですね。船に乗っていくか、それとも自分の足で渡る人もいたと思いますけど、結構危険なんで、そのプロが、川を渡すプロ、例えば肩車とかで、もしくはなんか荷台に乗せてとか、そういう仕事をしてた方もいてってことですか？全然いました。だからここら辺にそういった仕事をしてる人の家があって、で何円払って向こうまで渡してくださいってことがあって向こうに渡ってました。じゃあこれでですね、加古川の周辺の散歩は終わりまして、どうでした？加古川に勤務されている方としては。よく通る道ではあったんですけど、いろいろお話を聞きながら回っていくと見え方が変わりましたね。ぜひぜひですね、こういう風に別の角度からいろんな街を見てみて楽しんでみたら面白いと思いますので、皆さんもやってみてください。と、この動画とはまた別にですね、姫路の動画もありますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。